こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は法改正というか新しい法施行ということで、フリーランスに関する新しい法律が施行されましたので、そちらの解説をしていきたいと思います。2024年11月からフリーランスに関わる保護の法律というのが施行されているということで、フリーランスの方は必見。そして自社の業務をフリーランスの方に業務委託をしている場合などは企業の方も必見という形になっております。このフリーランスに関わる新しい法律、7つの義務というのを課されていますので、しっかり理解をしてほしいと思います。今回の概要ですけれど、まずは今のフリーランスの現状について見ていきたいと思います。そしてどういった問題、課題がある中で、このフリーランスに関わる新しい法律、いわゆるフリーランス新法というのは作られたのかについて見ていきます。そしてこのフリーランス新法では会社が守るべき7つの義務というのを定めていますので、どういった義務が課されているのか、そして最後に注意点とまとめという形になります。まずはフリーランスの実態調査ですけれど、今現状日本にフリーランスと言われる方はどのくらいいるのかになりますけれど、このフリーランスという定義がですね、まだ明確に定まっていないために調査会社によってかなり差が出てきているという状況ではあります。おおむね209万人から1570万人というふうに言われております。幅はあるんですけれど、一つ言えることは2020年以降、新型コロナウイルス感染症が流行して以降、急激にフリーランスという仕事をしている方が増えているのは明白ということになります。このフリーランスが増えている要因ですけれど、まずはデジタル技術の進化ですとか、新型コロナもありますけれど、働き方が多様化をしてきたといったところ、そして新型コロナウイルス感染症をきっかけに急激に普及しましたけれど、リモートワーク、テレワークといったものをですね、普及してきました。新型コロナウイルス感染症前からではありますけれど、兼業副業の事実上の解禁というのもありました。また、日本政府、そして東京都もそうですけれど、開業率の引き上げといったところにも非常に力を入れている状況で、こういった開業率向上への施策といったところもフリーランス増加の要因と一つという形になっております。そしてこのフリーランスの傾向と現状の課題なんですけれど、やはりフリーランスというのはもう今日本の労働市場において重要な役割を果たすようになってきている。今日本の労働市場においては人手不足という状況の中でどうしても仕事を外注せざるを得ない。それを受けるフリーランスという方が非常に重要になっている。そしてこのフリーランスの層ですけれど、特に多いのが若年層ですとか主婦層、女性層、そういったところフリーランスという選択肢を支持する傾向が強いという状況になっています。こういった中で急激に増えてきたフリーランスと言われる方たちですけれど、やはりトラブルも多いということで、報酬の未払いですとか、契約に関するトラブルといった問題も急激に増えてきて、相談窓口への相談件数も急激に増加という状況で、対策が急務と言われていました。民間会社の調査結果によりますと、フリーランスが企業と取引をする上でのトラブルの有無に関して調査をしたところ、46.1% が何かしらのトラブルがあったと答えています。したがって、フリーランスの約半数はですね、やはり何かしらトラブルを抱えている。そしてこのフリーランスに関しましては、何か保護をするような法律が今まではなかったということで、非常に問題になっていたという状況です。そういった中で課題解決のためにですね、フリーランス新法というのが作られました。正式名称は特定受託事業者にかかる取引の適正化等に関する法律というのは正式名称で、ここの特定受託事業者というのがいわゆるフリーランスという方になります。この法律、
略称としてフリーランス新法と言ったり、フリーランス法と言ったり、フリーランス保護新法と言ったり、呼び方は様々ではありますけれど、正式名称はこのような名称となっています。そして、この法律の目的ですけれど、こちらはですね、フリーランス、特定受託事業者に関わる取引の適正化と就業環境の整備を目的としたものになります。なぜならば、特定受託事業者、フリーランスの方というのは、労働基準法ですとか、最低賃金法等で保護されないので、別の法律で保護をしてあげなければいけないという形になります。では、フリーランスの方が行う活動、取引について全て保護されるのかというと、そういうわけではありません。取引対象というのが決まっています。この特定受託事業者、いわゆるフリーランスの方と発注事業者、会社さんとの B2B 取引、事業者間というの取引が保護の対象という形になります。従いまして、対象外の取引というのもありまして、例えばフリーランスと消費者における B2C の取引ですね。事業者と消費者の取引。また B2B であっても業務委託ではないもの、例えば売買だとか、そういったものは対象になってこない。またフリーランス同士の取引というのも保護の対象取引から外れているといったところ、非常に重要です。そして、では、冒頭でフリーランスというのはまだ定義が定まっていないというふうに解説をしましたけれど、では、この法律におけるフリーランスとはどういった方なのかですけれど、ここの法律でいう特定受託事業者、いわゆるフリーランスというのは、発注事業者が業務依頼をする相手方、かつ従業員を雇わない事業者という形になります。したがって従業員の有無というのは非常に大きく左右をする状況になっています。では、この法律でいう従業員とはどういう人を従業員というのかと言いますと、まずは期間を定めずに雇用をしている。そして、もしくは週20時間以上、そして、30日以上の雇用が見込まれるもの、これらの方が従業員と定義づけされますので、ここに該当しない場合には従業員になってこないという形になります。したがって短時間ですとか短期間で一時的に雇用される方というのは従業員判定されない。例えば、雇用期間は2ヶ月間だけれど、週の労働時間が15時間ですとか、週の労働時間は30時間だけれど、雇用期間は2週間。そういった場合には、そもそも従業員に該当しないという形になります。そして、このフリーランス新法で課される義務というのは7つ、記載されております。まず1つ目は、契約書の明確化ということで、契約の内容をですね、作成をして明示しなければいけない。こちらの明示に関してはメールでも可能となっておりますけれど、この契約の内容に関しては内容や報酬の額、そして支払い期日等を書いていただくという形になりますけれど、細かい記載内容というのはまだ未整備といった状況になっております。そして支払いトラブルというのも多かったという形になりますけれど、60日以内の報酬支払いが義務付けされるという形で、検品後60日以内の支払い。ただしですね、再委託である場合は例外で、発注元から支払いを受けた後30日以内という形になっております。そしてフリーランスに業務を委託する場合、一般的な不特定多数から募集をする場合というのがあるかと思います。SNS などを活用する場合ですけど、その場合はですね、虚偽や誤解を招く表示というのは禁止されています。そして両立支援への配慮ということで、6ヶ月以上業務委託をしている場合、フリーランスからの申し出があった場合には必要な配慮をしなければいけない。6ヶ月未満の場合でもですね、努力義務となっております。また、ハラスメント体制の整備。こちらはですね、もうそもそも企業に義務付けられているものではありますけれど、やはりハラスメント防止のための社内の研修ですとか窓口設置が義務付けられている。
また、途中解除の事前予告に関しては、6ヶ月以上業務委託をしている場合には、30日前までに予告をしなければいけない。そして、理由の開示請求があった場合には、遅滞なく開示をしなければいけない。また、7つの禁止行為というのも定められています。1ヶ月以上業務委託をした場合には、報酬の減額だとか、買い叩き、利用の強制などに関しては禁止となっています。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、このフリーランス新法違反をした場合の罰則ですけれど、まずはですね、公正取引委員会等からの助言指導とか、立ち入り調査といった形で履行確保措置というのがまずは大前提としてあります。その上で命令違反だとか検査拒否があった場合には50万円以下の罰金の可能性がありますので注意が必要です。そしてフリーランスの方に関しましてもですね、もう今後自身の業務の管理というのをしっかりやっていただく必要が出てきます。契約の内容のチェック、請求の管理ですね。そして未払い時の対応というのをしっかり理解をしてほしいと思います。また、特定の企業と依存をしないで複数のクライアントと関わることでリスク分散というのも非常に重要になってきております。フリーランスの市場というのはますます拡大が期待をされている状況で、労働市場の多様化も進んでいます。人手不足化においてフリーランスとの取引の増加というのが見込まれますので、より良好な取引関係を築いていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っています。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。